皆様、ミュウニューというメーカーをご存知でしょうか？実は製品が9月に Amazon で販売開始されたばかりなので、多分ほとんどの方が知らないと思います。そんなミュウニューさんからモバイルモニターを提供していただきました。こちらはシャープの非光沢イグゾーパネルを採用した 4K モニター。サイズは 13.4 インチ。 Amazon で買うと通常価格は 28,890 円。果たして謎のブランドの実力はどうなんでしょうか？実際に1週間使用していろいろと検証してみました。今回はこちらを見ていきましょう。まずは同梱物。カバーに包まれたモニター本体。正面には保護フィルムが貼ってあります。そして取説。さっと読んだ限り違和感を感じる日本語は特にありませんでした。使用方法や各種機器との接続方法などが書いてあります。そして給電用の電源アダプター 20W 仕様のものですね。映像出力用としては HDMI ケーブル1本と USB-C ケーブルが1本、それと給電専用の USB-C ケーブルが1本、すべて長さは 1m です。あと画面を拭くクロスも付属していました。ではモニター本体について見ていきましょう。まずアンチグレアの非光沢パネルということで、マットな質感が個人的には好みです。全体的にさらっとしたガンメタ系のマットシルバーで高級感があります。そして持ってみて初めに感じたのがすごく軽い。測ってみると 665g、 サイズ的には14インチの MacBook Pro に近いサイズでありながら軽くて持ち運びしやすいというのはいいところですね。背面はこんな感じ。スタンドが内蔵されているので横置きできます。ちなみに縦置きもできますが、クッション材が横方向しかついていないので、このスタンドで立てるのであれば基本的には縦よりも横置きの方がいいかなと思いました。背面中央にはベサマウントのネジ穴があるので、そちらでの取り付けも可能です。ちなみに底面には一眼レフなどと共通規格の4分の1インチ三脚ネジ穴があるので、撮影用カメラのサブモニターとして使ったりすることもできますね。個人的にちょっと惜しいなと思ったのが、背面中央の丸い円の中にミュウニューのロゴが印字されているんですけど、この丸い形状微妙にマグセーフリングよりも小さいんですよね。ガモーレは iPad の裏にマグセーフリングを貼り付けて固定して使っているんですけど、せっかくなのでこの円のサイズをマグセーフと同じにしてくれたらさらに柔軟な使い方ができるのでいいんじゃないかなと思いました。未知な予防かもしれませんけどね。右側面はシンプルでスピーカーの穴があるのみです。左側面にはボタンや端子類が配置してあります。左端から順にスピーカーの穴、イヤホンジャック、電源ボタン、輝度調整ボタンと音量ボタン。輝度のボタンを押してからプラスマイナスで上げ下げ可能。音量もボタンを押してからプラスマイナスで調整できます。これショートカット兼用なのはありがたいポイントですね。その右にはオンスクリーンディスプレイボタン。これを押すと画面上で各種設定ができます。そして USB-C 端子が2つと HDMI、 最大3つの映像入力を任意で切り替えできます。それでは電源を入れて性能を見ていきましょう。まずこのモニターは USB-C ケーブル1本で映像が映ります。格安モニターだと HDMI ケーブルをつながないと映らないのもありますが、これはさすがに標準機能ですね。こちらは MacBook につないだ時の映像ですが、さすが 4K ということでかなり綺麗です。画質は最大 3840×2400。 Windows だと問題なく映りますが、 Mac だとメニューバーがかなり小さくなったので 1920×1200 での表示がいいと思いました。ただメーカー側に確認したところ、この製品はハイ DPI に対応しているとのことだったので 1920×1200 で表示しても 4K 画質で映っているようです。ベゼルに関しては下だけ 1cm 幅のバーがありますが、黒い箇所は上下左右ともに 5mm。 設定画面の日本語は基本的には違和感ありませんでしたが、一つだけちょっと気になったのは動体コントラスト。これ表示する映像に応じて明るさをリアルタイムに調整するダイナミックコントラストの機能でしたが、動体ってあまり聞かない表現なので、動的コントラストかダイナミックコントラストって書いてくれるとありがたいなと思いましたね。色設定はブルーライト低減とか音量を控えめにするマナーモード、アスペクト比を変更する機能などがあります。あと面白い機能としてゲームクロスヘアというものがあって、これをオンにすると画面中央に FPS のターゲットアイコンが表示されるようになっています。 iPhone 17 Pro につないだ映像がこちら。
モーションセンサーはないようなので iPhone 側の向きを横にすると画面も横向きに表示されます。ただ横向きにするとフル画面設定にしても画面全体に表示されないので、そこはちょっと今後のアップデートに期待したいですね。スイッチ1では USB-C 接続できちんと映ります。試しにマリオカート8をやってみましたが、画質は綺麗。このモニターは応答速度が 15ms なので FPS や格ゲーなど入力がシビアなプレイを求めると違和感を感じるかもしれませんが、残像を感じることもなく、何より発色が綺麗なので十分楽しめると思いました。なおスイッチ2では USB-C 入力だけでは映すことができません。これはモニターの仕様ではなくスイッチ側の仕様の問題なので仕方ないですね。ただドックから HDMI でつなげばきちんと映りますし、 4K の高画質で綺麗に楽しめました。ちなみにこの映像は撮影カメラの設定の都合上 4K30fps で録画されているので、ちょっとカクついて見えるかもしれません。 PS5 で FF7 リバースを映したものがこちら。これはモニター出力は 60fps ですが 4K120fps で撮影したものになります。こちらも同じく発色が綺麗で快適に楽しめました。ちなみに残像感は走っているくらいなら気になりませんが、視点を素早く回すと少しだけブレるかなと感じました。なので超高速のアクションゲームとかだと気になる方がいらっしゃるかもしれません。視野角は公式スペックで178度となっているのですが、確かに斜めに向けても非常に綺麗に見れます。傾けてもあまり暗くなるという印象は受けませんでした。またドット抜けに関してはできる限り確認してみましたが、特に見当たりませんでした。次に色域測定です。スパイダー X Pro という測定器で測りました。結果がこちら。まず sRGB が 100%、 ウェブサイトや YouTube など一般的な映像で使われる標準色域をしっかり再現できるようになっていて、日常的な用途や動画視聴では非常に自然で正確な発色になります。次に Adobe RGB が 79%、 Photoshop などの写真編集では本格的なプロ向け基準にはさすがに及ばないものの、簡単な写真補正なら問題なくできるレベルです。 P3 は 83%、 これは Apple 製品や映画などの制作で使われる色空間で、これもライトユーザーの動画編集なら問題ないレベルですね。そして NTSC が 74%、 激安モニターにありがちな色が薄いとか白っぽいといったことはないと分かります。全体として2万円台のモニターとしては色域性能が非常に高くバランスの良い発色だと分かりました。次にコントラスト比の測定結果がこちら。コントラストは明るさの設定 100% の時で1010対1なので、さすがに MacBook のようなハイエンド品に比べると黒の沈みが弱めになっています。また同じく明るさ設定 100% での輝度が 375.4 ニトになりました。このモニターは公式スペックが500ニトなので差が約 25%、 スペックと実使用では 2,3 割ほど差が出るのが一般的なので特に問題ないと思います。実際に室内やカフェで使う限りは明るさ 100% だと眩しすぎて、僕は 50% くらいで使用していたので十分明るいモニターではないでしょうか。次に色差、つまり色の正確さを測定した結果がこちら。平均デルタ E が 2.17 となっています。デルタ E は1に近いほど理想的で、3以下であれば一般的な仕様では色のズレをほとんど感じないと言われています。そのため2万円台のモニターとしては色再現性は優秀な部類だと思います。一方でホワイトポイントが 6.57 となっています。これは白い画面は少し色味がかって見えるということを示しますが、普段使いの写真編集や動画編集を行う分には十分使えるレベルなので、2万円台のモバイルモニターとしては色の再現精度が高いということが分かりました。まとめ、全体的にすごくいいと思ったのは何よりも画質が綺麗という点。2万円台のモニターとしては 4K 高画質で色域が広く明るさも十分あり、視野角も広いので映画やスイッチ 2、PS5 といったゲームなどでも非常に見やすいですし、僕は普段サムネイルを Photoshop で作ったり Final Cut Pro で動画編集したりしていますが、そういった制作でも活かせると感じました。それと非常に軽量なのも良かったです。スタンド内蔵ですし、外出先で使うサブモニターとして優秀だと思います。ちなみに新興ブランドですが、
3年保証になっていて、品質サポートに力を入れているのもありがたいと思いました。一方で押さえておきたい点としては、まずコントラスト比や白色点の数値から2万円台のモニターなので当然のことではあるのですが、シビアな色合わせが必要な方には向いていないということ。また応答速度が 15ms なので FPS や格ゲーなど入力がシビアなタイトルをプレイされる方は残像やブレを感じる可能性があるということ。それから iPhone の画面向きを自動で切り替えることはできず、横表示にしても上下に映らないところが出るので iPhone 向けサブモニターとしては必須衣装。こういった点があると感じました。ということで以上、新たに登場した謎のメーカーミュウニュウのモバイルモニター検証でした。2万円台の 4K モバイルモニターとしてはコスパの高いモデルなのではないかと思いました。正直最初はどんな製品なのか半信半疑だったんですけど、実際に1週間使ってみていい意味で裏切られました。設定画面の日本語が少し気になるところはありましたが、重箱の隅をつつかないと欠点が出てこないくらい、いやこれ普通にすごいやんって思いましたね。皆様はこのモニター買いだと思いますか？ぜひコメントで教えてもらえたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せしますので、よければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。